先輩、世界で一番有名な絵ってモナリザじゃないですか。あれ、実は盗まれたから有名になったっていう話知ってますか？ちょっと聞いてくれますか？1911年、モナリザ、ルーブル美術館から忽然と消えたんすよ。当時からダ・ヴィンチの傑作としての評価はあったんすけど、今みたいに世界中の誰もが知っとる絵ってわけではなかったらしくて、それが盗まれたことがきっかけで一気に世界一有名な絵になってしまうんすよ。盗んだのはヴィンチェンツォ・ペルージャっていうルーブルで働いとったイタリア人の職人やったんすよ。しかもこの人、モナリザを守るためのあのカラスケースを作った本人やったんすって。1911年8月21日、月曜日、ルーブルの定休日を狙って、他の職員に混じって、普通に美術館に入ったんすよ。部屋に誰もおらんタイミングを見計らって、壁の金具からモナリザを外して、近くの階段に持ち込んで、そこで額縁とガラスを外して、絵だけ上着の下に隠して、堂々と外に出たんすって。しかも、盗まれたことに、誰も1日以上気づかんかったらしくて。みんな、写真撮影とかで、どこかに移動しとるだけやと思っとったんすよ。美術館は1週間閉鎖されて、世界中のニュースがこの事件を報じたんすって。面白いのが、その間、モナリザが飾られとった何もない壁を見るために、わざわざ美術館に来る人が続出したらしくて。で、そのものより絵がない壁の方が注目を集めてしまったんすよ。デルージャはその間ずっと盗んだモナリザをパリの自分の部屋に置いとったんすって。トランクの二重底になった隙間に隠して2年近くその部屋で暮らしとったらしくて、動機は愛国心やったらしくて、モナリザはもともとナポレオンがイタリアから略奪した絵やから祖国イタリアに返すんやって思い込んどったんすよ。でもこれ実は勘違いで、モナリザがフランスにあったのはダ・ヴィンチ自身が晩年フランス王に招かれて自分で持ち込んで売った結果やったんすって。盗む理由にした歴史認識自体が間違っとったんすよ。1913年、デルージャはフィレンツェの画商にモナリザを売ろうとして接触したんすって。画商は本物やと確認した上で警察に通報して、デルージャはホテルで逮捕されたんすよ。1914年、モナリザはようやくルーブルに返還されたんすけど、戻ってきた最初の2日間だけで12万人以上が見に来たらしくて、盗まれる前はルーブルにある名画の1枚くらいの扱いやったモナリザが、この一件で別格の存在になってしまったんすよ。このニュースの騒ぎの中でちょっと面白いことが起きとって、実は事件の前、別件で
ルブルの小さな彫像が何点か盗まれたことがあったらしくて、その盗品を知り合いから買っ取った詩人のアポリネールがモナリザ事件の捜査の中で疑われて一時逮捕されてしまうんすよ。しかもこのアポリネール、画家のピカソとも親しくて、ピカソまで警察に呼ばれて事情を聞かれたらしくて、結局二人ともモナリザ事件とは無関係やったって分かってすぐ釈放されたんすけど、世界一有名な絵の盗難事件にピカソが一瞬だけ巻き込まれとったっていうのはなかなか贅沢な話っすよね。今日の話このくらいにしときますね。眠くなってきましたか？おやすみなさいっす、先輩。また明日ね。